チルト角度は全点マイナス 0.5 度。無徳。チルト全点マイナス。一どうしたの？アナウンサーが言ってたチルト角度って何？ああ、チルトはね、ボートにモーターを取り付ける角度のことを言うんだよ。チルトアジャスターって部品があって、それで選手は自由にチルトの調整を行えるんだ。そうなんだ。チルトの角度を調整するとどうなるの？それって調整するとどうなるの？チルトを下げるとか跳ねる、上げるって聞いたことある？なんか聞いたことある。チルトの角度はプロペラの角度とつながっていて、その角度を決めることで出足、回り足重視にするのか伸び足重視にするのか決まるよ。出足はスタート直前のスピード、回り足はターン、伸び足はターンマークとターンマークの間の直線を走る時のスピードのことを言います。チルトを下げるとどうなるの？チルトを下げるとプロペラがボートに対して斜め下についてる状態になるから、ボートの先は下を向くことになるよ。おお、なるほど。チルトを動かすとボートの角度も変わるだね。そうなると水面に触れる面積が大きくなるから、ボートは転覆しにくくなったり傾いたりしにくくなるよ。スタートは安全に切ることができるし、ターンもしやすくなるのがチルトを下げる出足、回り足重視タイプになるよ。スタートしやすい、回りやすい、しかも安全、いいことばっかりだね。でもデメリットもあるよ。チルトを下げると水面に触れる面積が大きいから直線の伸びが悪くなるよ。スピードが落ちるってこと？そうだね。チルトを上げるとどうなるの？チルトを上げると下げた時と逆で、ボートに対して斜め上にプロペラがつくから、ボートの先端が上を向くよ。ボートが上を向いてるから、水面に触れる面積が小さくなる分、水の抵抗を受けにくくなるよ。だからチルトを上げると直線でスピードが出る伸び足重視タイプになるね。スピード出るのは魅力的だね。デメリットは何？デメリットはボートが安定しないから初速が出にくいのとターンも回りづらくなるよ。あと転覆もしやすくなるね。早いのにリスクがあるのか。チルト情報でわかること。まずチルト角度はマイナス 0.5 度から3度まであって、0.5 度ずつ調整することができるよ。全部で8段階細かく設定できるだね。そうだね。最初に自由に選手が角度調整できると言ったけど、実は全ての場で最大角度を設定できるわけではないんだ。レース場によって違うんだ。全ての段階を設定できるのはボートレース浜名湖だけなんだ。浜名湖だけなの？他の場は？これが制限をかけている場の表だよ。ここにない他の場は3度まで設定できるけど 2.5 度は設定できないよ。どうして場によって設定が違うの？それはね、制限があるのは選手の安全を守るためだよ。チルト角度を上げると転覆などの事故につながる可能性が高くなるって言ったよね。制限によって事故を防ぐ役割もあるよ。難しい水面ほど厳しめに制限をかけているんだ。なるほど。チルト角度の制限が厳しければそのレース場の水面は走るのが難しいってことだね。そうだね。ちなみに今の角度の主流はマイナス 0.5 度だよ。スタートダッシュやターンマーク付近で勝負をかける選手が多いってことだね。マイナス 0.5 度は出足、回り足重視だからだね。チルト情報でわかる予想の考え方。主流がマイナス 0.5 度なら予想をするときどこを見ればいいの？大きいレースの SG や G1 ではあまり見ないけど、それ以外では0度とか 0.5 度とかに設定する選手もいるよ。そういう選手がいるときはアウトコースからまくりを狙っている可能性が大だよ。アウトコースからのまくりが成功すれば高配当が期待できるよ。チルト角度を上げる選手がいれば賭けに出てきてるってことだね。そうだね。プロペラが自前でなくなってから角度を3度に設定する選手をあまり見かけなくなったけど、もし3度に設定する選手がいたらかなり博打で一発まくりにかけてレースに臨んでいるよ。豆知識。チルトを上げることで有名な阿波克也選手を知っているかな？ミスターチルトサンドって異名を持つほどアウトコースを攻める選手だよ。さすがにチルトサンドとかは難しくなったけど、1コースにいても6コースに行ったりとアウト屋は今でも健在だよ。6コースからのまくりが決まるときはとってもかっこいいから検索してみてね。16ボートレース。僕たちは初心者でもわかりやすい動画作りを目指しているよ。ルールや予想の仕方、新しい情報などを動画にしていくつもりだから、これからも僕たちの応援よろしくお願いします。16ボートレース。